皆さん、こんにちは。まめです。お元気ですか？最近はですね、またこっち、寒くなってきました。今日の朝なんか、マイナス8度でした。もう本当にやめてほしいです。さっき少し雪が降ってました。今日はですね、出来上がったものを紹介したいと思います。今着ているペティットニットのダグマージャケットです。どうでしょう？とっても暖かいです。これは娘に編んだんですけども、もう昨日早速学校に来ていて、みんなからお褒めの言葉をいただいたそうです。よかったです。これがですね、2枚目になるんですけども、グッドウールの、パール奏法のグッドウールの糸で、2本取りで編みました。ティールという青緑の色の糸です。ちょっと暗い色なので、編むのに結構見えなくて大変でしたね。よく暗い色は編みにくいって聞くんですけど、ここまで見えないとは。多分若い人だったら、目のいい人だったら大丈夫だと思います。だいたいこれで7玉、700グラムぐらいでしょうかね。なのでちょっと持った時に、ちょっとずしというか重めのセーターかなって感じるんですが、着ると普通です。とっても暖かいです。これから娘とシェアしていっぱい着たいと思います。まだまだ寒いので、暖かくなるまで、ジャケットとしても本当に着れると思います。これがですね、襟の背中、後ろから編んで、で、増し目をしながら、肩のところ、増し目をしながら編んでいきます。で、ここの後ろを編んで、袖分けのところまで編みます。そしたら、前身頃を肩のところから目を拾って作って、後ろと同じぐらい編んだら、フラットに、編む感じですね。往復して。で、袖つけて、前立てと襟つけて、出来上がりです。こういう作り方のニットは、ペティットニットが初めてだったんですけど、面白いなと思いました。そうすると、こう、肩のラインがちょっと後ろに来るんですね。下がる感じ。ほんとボクシーな、ボックスの形ですね。とっても気に入っています。さて、第2弾の Finished Object ですね。第2弾の、出来上がったもの。FO です。FO は Finished Object です。この、うん、パール奏法のハーフハーフショールです。ものすごい大きいです。これはもうブランケットですね。ブランケットにできるぐらい大きいです。見すぎかな。膝掛けですね、膝掛け。肩にかけると、こんな感じ。かなり厚みがあるので、もう巻くと大変なことになります。はい、前向いて。巻いたらもう埋もれる感じですね。こんな感じです。暖かいは暖かいです。この糸がですね、パール奏法のクォーツを使いました。クォーツはアルパカが入っているので、ふわふわして、で、モヘア、モヘアじゃないんですけど、こう、ふわふわしてるのが見えますね。とっても可愛いです。ただこれ、外には多分、ちょっとスタイリングのやり方を考えなきゃどうでしょう。
肩にかけるぐらいだったらいいかもしれない。もちろん、この一色だけにできるんですけど。そうですね。これは、これで、可愛いです。暖かいし、チクチクしないし、とても気に入ってます。ただ、どうやって使えば可愛く見えるか、ちょっと難しいショールですね。暑いのでだいぶ。色はとても気に入っています。友達のですね、友達に赤ちゃんが生まれて、だいぶ経つんですけど、この筒部屋をまた編み始めました。これは裏返しに、ちょうど今朝全部できたので、糸始末をするために全部裏返してみました。ちょっとこう、ET みたいですね。ET。本当に ET みたい。まあでも、綿を入れたらとっても可愛くなると思います。耳も尻尾もついてますけど、だいたい3日で編めました。ただ、とっても細かいので、細い糸じゃなくて、もうちょっと余った、セーターの余ったグッドウールの糸で編もうかなと思っています。何これ？ Chocolate. あー Yeah. It's like最近ですね、またキルトを作りたいという気持ちがとっても強くなってきて、前からちょこちょこあったんですが、このタイミングで日本の、アメリカバージョンの湯沢屋と言われるお店がですね、もう閉まってしまうっていうことで、買いに行ってきました。ね、本当は、毛糸も見たかったんですけど、ほとんど売れてなくなってましたね。もう本当に棚がガラガラで、ただ布とか、糸は安かったんですけど、糸というのはこの糸ですね。私このブランドのブランドというかメーカーの糸をよく使うんですけども、この糸を、ニュートラルに近いような糸を買ってきました。
もう本当に色も限られた、なんか派手な色ばっかり残ってたんですね。赤とか緑とか。なので、ちょっとその中からかろうじて選んだ糸です。あとは、キルトに使いたい布。布はたくさんあるので、本当は持ってる布だけで使いたいんですけど、無地のコットンがあまり持ってないので、ちょっと買ってきました。1ヤードずつ。だいたい90センチちょっとですかね。ジョンがですね、昔買った時はなんか、結構1ヤードって言っても1ヤードプラス20センチぐらいついてきた記憶があるんですけど、最近はもう本当にぴったりですね。びっくりするぐらい、ぴったり1ヤードって言ったら1ヤード切る感じです。まあね、そういう風になったんでしょうね。で、この粉、粉だったかな、すごく素敵な、とても質のいい100%コットンです。キルト用に3色買ってみました。で、そのキルトでですね、キルティングをしたプロジェクトバッグを作りたいと今は思っています。最初はちょっと小さいものから。それで、ジョアンで、キルトのバッティングっていう、なんて言うんでしょう。この、布と布の間に入れる綿ですね。を買ったんですけど、それが結構高いんですね。ナチュラル、この、ジョアンで買いました。ちょっと2つ買ったんですけど、1つはキングサイズのと、1つはベビーキルトサイズを買ってみました。この大きさで安くなって20ドルぐらい。まあ、ただ、大きさはあるんですけど、結構薄いなって思いました。こんな感じ。でも気持ちいいです。シンガポールで買ったやつもあったんですけど、シンガポールに住んでた時に買ったやつがまだ残ってて、それをアイロンで伸ばそうとした時に、溶けたんですね。私、てっきり100%買ってる、コットン100%だと思ってたので、すごくびっくりしちゃって、ちゃんとチェックしなきゃダメですね。これはもう100%コットンで、あの、なんでしょう、つなぎ、糊とかも入ってませんって書いてます。いやー、ちょっとね、溶ける、プラスチックみたいに溶けちゃうと悲しいですよね。せっかく作って。で、これでプロジェクトバッグを作りたいと思っています。で、途中のですね、プロジェクトバッグというか、あずま袋ですね。私昔よく作ってた時があるんですけど、歯切れで。これはとても便利ですね。よく使います。で、アメリカ人の、人にも、私風呂敷とかよく使うんですけど、ポットラックとかで食べ物持っていくときに風呂敷使っていくと、結構、おーって言われますね。でこれが今というか、もうだいぶ前からやってるソックスです。このケイト・モンディム。本当にこの絵が可愛いと思います。この絵だけで、このケイト買ってしまいますね。誰が描いたんでしょう。本当に可愛いと思います。で、この糸もね、可愛いです。で、こっちが、自分のサイズに合うようにちょっとやってみたんですけど、えー表二目に裏目一目で編んでます。この足の甲のところですね。で、裏は普通にメリヤス編みです。で、もうそろそろかかと、つま先から編んでるんですけど、そろそろかかとなんですけど、かかとの編み方をどうしようかと思ってて、ここから進んでません。靴下も今年はちょっと頑張って
靴下編むのはそんなに好きじゃないかもしれないんですけど、手編みのソックスは欲しいんですね。ソックヤーンですし、使わないと。これがでもとってもなんて言うんでしょう。好きな感じの糸です。まだたくさんあるので、ちょっと大物も編んでみたいです。この絵本がですね、ザ・キルトメーカーズギフト。これが本当に素敵な絵本で、キルト好きな人にはおすすめです。多分確か本屋さんに子供が小さい時によく本屋さんに行ってたんですけども、その時に見つけて私用に買ったんですね。多分中見せたらダメだと思うんですが、まあ、裏のこういう風にキルトの、まあ、パターンがね、絵になって描いてるんですね。もう本当に可愛い。で、ほとんどがもうトラディショナルな、ね、昔からあるパターンですね。で、私のいつか作ってみたいっていうパターンがあるんです。その名前が、Storm at Sea ですね。Storm at Sea。まあ、嵐ですかね。海の嵐。いつかはね、そのキルトを作ってみたいと思っています。で、このお話がですね、まあ、おばあちゃんが、キルト作るとっても有名なおばあちゃんがいて、で、そこの国の王様がですね、そのおばあちゃんからキルトを欲しいって言うんですけど、ダメだって言われるんですね。で、この王様がまあ欲張りでいろんな国からいろんなプレゼントをもらっていて、で、それをみんなにあげたら、私があなたに作ってあげるよっていうようなお話ですね。一つあげるたびに一つ、キルトのピースを作りますからっていうお話でした。で、最後に大きなキルトになって王様に行くんですけど、王様はまあみんなにあげちゃうもんですから、何もなくなっちゃうんですね。何もないですけど、心は豊かになる。という、とってもいい話です。おすすめです。で、最近これの、もう一冊違うバージョンがあったんですね。なので、それ Amazon で昨日ポチりました。とっても届くのが楽しみです。Sure, Charlie Brown, I can tell you what Christmas is all about. Lights, please.